大阪人形。人形の作り方。皆様、こんにちは。ゆずです。今回は球体関節人形29体目28センチの粘土から人形ができるまでの製作方法をまとめてみました。それでは始めましょう。まずは作りたい人形の図を描きます。紙、定規、ペン、円定規を使います。縦に線を引き、刀身の印を描きます。横幅を対象に印を描きます。印に合わせて人形の図を描きます。関節になる部分に円を描きます。図が描けました。次は図をもとに芯を作ります。発泡スチロール、ストロー、割り箸、カッター、ペン、ハサミ、洗濯バサミ、紙。人形図に薄い紙を重ねて5ミリ内側に線を描きます。発泡スチロールに移します。カッターで切ります。腕と足はストローを切ります。割り箸や竹串を刺しておきます。洗濯バサミはストローの抜け落ち防止と左右がわかるように色分けしています。次は芯に粘土を持っていきます。粘土板、粘土、粘土ベラ、水、密閉容器、人形を立てて乾燥できる台。粘土は水を少し足してこねておきます。芯に粘土を薄く包みます。芯との間に空気が入らないように押して粘土をつけます。そして立てて乾燥させます。次に体を作ります。背中に凹凸の線を描きます。水で湿らせて粘土を盛ります。背中を作ります。正面に凹凸の線を描きます。
水で湿らせて粘土を盛ります。胸からお腹を作ります。腰からお尻を作ります。粘土板のマス目を参考に左右対称になるように盛ります。腰骨からなだらかにつなげます。デザインナイフで形を整えます。次は足を作ります。太ももに立体の線を描きます。水で湿らせてから粘土を盛ります。粘土を線に沿って盛ります。交互に盛り、左右対称にします。膝下に立体の線を描きます。粘土を線に沿って盛ります。交互に盛り、左右対称にします。次は腕を作ります。関節球をつける肩の部分を斜めに切ります。粘土を持って肩を作ります。つながるように二の腕を作ります。前腕は少し内側にねじれるように。線を描きます。線に沿って粘土を盛ります。左右対称に作ります。全体が大まかにできました。バランスを見ながら作っていきます。体を作り込んでいきます。マス目を参考に歪みを直します。人形の性格に合わせて作ります。
次は足の形を整えます。左右対称になるよう修正します。膝を作ります。腕も同様に整えます。肘を作ります。体と足と腕の形ができました。次に体の関節を切ります。胸とお腹の間を関節にします。デザインナイフで切ります。芯を取り出します。体に関節を作ります。お腹の上部を継ぎ足すように。丸みをつけて粘土を盛ります。受け側を削って合わせます。関節の形を整えます。次は関節球を作ります。首、肩、肘、股関節、膝。関節球を計9個作ります。股関節は発泡スチロールを芯にして粘土で包みます。他は粘土を丸めて竹串に刺します。円定規を合わせてみて、盛ったり削ったりして球を作ります。次に膝と肘を切ります。関節になる場所に線を描きます。デザインナイフで切ります。太ももの上に関節球をつけます。球の下になる部分に穴を開けます。柔らかくした粘土で球をつけます。膝にも同様に球をつけます。次に膝関節を作ります。膝の関節球が入るように。受け側を確認して削ります。隙間を粘土で埋めて調整します。肩に関節球をつけます。球の腕側になる部分に
穴を開けます。柔らかくした粘土で球をつけます。肘関節を作ります。関節球をつけます。受け側を削ります。隙間を粘土で埋めて整えます。肩関節を作ります。球が合うよう受け側を削ります。なだらかに球につながるように。受け側の縁を削ります。股関節も同様に削り合わせます。次は足を作ります。マス目を参考に左右対称に作ります。大まかに作って指を削り出します。爪を削り出します。足ができました。足首の関節を作ります。足の上に粘土で球を作ります。受け側を削って合わせます。手の芯を作ります。使うものは切り子、でんぷんのり、ワイヤー、ペンチ、接着剤です。ワイヤーを切って指にします。切り子にでんぷんのりを混ぜます。手のひらと手の甲を作ります。指に接着剤をつけて切り子をまぶします。手の芯ができました。芯に粘土を盛ります。手の形を作ります。指を作ります。削って形を整えます。爪を削り出します。手ができました。手首の関節を作ります。粘土で球を作ります。受け側を削って合わせます。次は頭の土台を作ります。
目の位置を決めます。おでこと鼻を大まかに盛ります。目、鼻、口の位置を決めます。左右対称に印を書きます。全体のバランスを見て大まかに作ります。鼻を仕上げます。なだらかにつながるように作ります。口を仕上げます。目を仕上げます。耳を作ります。マス目を参考に左右対称にします。削って形を整えます。お顔ができました。次は頭を切ります。線を描いてデザインナイフで切ります。奥の芯はカッターで切ります。芯を取り出します。目に穴を開けます。慎重に少しずつ削ります。目が入るように裏側を削ります。次は首関節を作ります。柔らかくした粘土で球をつけます。受け側を削って球に合わせます。次は関節の受け側を作ります。関節の受け側に柔らかくした粘土を一周するように盛ります。関節球にラップをして関節に押し付けます。ラップを外して整えます。次は関節にゴムを通す穴を開けます。肩関節は丸く開けます。肘は前にスリットを開けます。膝は後ろにスリットを開けます。頭の蓋にゴムをかける溝を入れます。
手と足にフックをつけます。関節球に溝を掘ります。横からピンバイスで穴を開けます。ワイヤーでフックを作ります。フックを差し込んで留めます。次に全パーツをヤスリで磨きます。布で拭いて粉を取ります。竹串で細部の粉を取ります。次は塗装をします。ジェッソ、モデリングペースト、水、絵の具、赤、オウド、緑。ジェッソをスプーンで1、モデリングペーストをスプーンで6、水をスプーンで3入れて、よく混ぜます。絵の具を少し入れて混ぜます。乾燥させながら5回塗り重ねます。仕上げ磨きをします。力を抜いて優しく磨きます。布で拭いて粉を取ります。次は体にメイクをします。パステル、綿棒、定着スプレー、艶消しスプレー、艶出し、ミスターカラー、クリアー。パステルの色を混ぜて綿棒で塗ります。パステル定着スプレーをします。艶消しスプレーをします。手と足の爪に艶出しを塗ります。お顔にメイクをします。シャーペンで眉を描きます。マス目を参考に左右対称に描きます。パステルで色をつけます。パステル定着スプレーをします。唇に艶出しを塗ります。まつげを接着剤でつけます。お顔のメイクができました。お顔に目を入れます。粘土で目を固定します。目線を調整します。次は組み立てます。関節に通すゴムを切ります。ゴムを結んで輪にします。
首から足にゴムを通します。腕にゴムを通します。頭を通します。人形ができました。次はお洋服を作ります。型紙を作って布に移します。布はハイミロンです。切りっぱなしで使えます。布を切って縫います。上着と付け襟とワンピースができました。カフスも作りました。お洋服が完成です。次は靴下を作ります。靴下の型紙を描きます。布を切って縫います。靴下ができました。靴を作ります。足の裏に紙を合わせて型を描きます。上の部分の型紙を作ります。靴の型紙ができました。足の芯を作ります。中敷きと底を切ります。型紙を布に合わせて切ります。縫い合わせます。中敷きを入れてギャザーを寄せます。接着剤で底を貼ります。靴ができました。次にウィッグをセットします。頭にビニール袋をかぶせます。前髪を切って調整します。ウィッグをかぶせてセットします。次は帽子を作ります。布はお洋服と靴とお揃いで作ります。帽子ができました。
帽子をかぶせてお人形の完成です。長時間にわたるご視聴ありがとうございました。人形制作の全工程を総集編として見ていただけること、心から嬉しく思います。球体関節人形の魅力やものづくりの楽しさが伝わったなら嬉しいです。ララ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 ラ